それでは時間となりましたので、本日の温泉よもやま話始めてまいります。当館で湯守を務めます酒井と申します。よろしくお願いをいたします。それではまず当館の源泉からお話をさせていただきます。当館の源泉はこの田村の前を流れます荒湯川。この荒湯川は越後地方と関東地方の分水嶺三国山脈をその源としてこの田村のところまで流れております。この川の川底が岩盤岩になっております。その岩の割れ目から源泉は24時間自然湧出という形で出ております。現在我々はこの源泉の出ているところ、これを湯壺、湯の壺という形に呼んで管理保護をしておりますけれども、現在田村の湯壺は全部で7カ所、この川底そして川岸に点在しております。ではまずこの四万温泉のこの源泉の元は何か。それはすべてこの地に降った雨や雪になります。三国山脈からこの四万温泉までの間、大変豊かな森林地帯が広がっております。そこに降るすべての雪や雨、これら天の恵みの水が岩盤に染み入り、何十年という年月をかけて地下深く数千メートルの深さまで染み通ってまいります。それだけの深さになりますと、地中にはマグマの地熱がございます。そしてその地層には想像を絶する高い圧力がかかっております。染み込んでまいりました水はマグマの高温と地中の高圧、これによりましてさらに何十年という年月をかけて地中の成分をすべて取り込んで地下の湯脈として生まれ変わります。この地下の湯脈、日本列島は大変豊富でございます。私たちがさまざまな温泉を楽しめるのも、それぞれの土地でそれぞれの形で地下に湯脈ができ、温泉水ができるからと言われております。四万温泉の場合には湯壺にもよりますけれども、染み込んだ水が温泉水に変わりこの地に戻ってくるまでおよそ50年あるいは100年という年月がかかると言われております。簡単に申しますと、昭和という時代の初め、昭和一桁の時代にこの地に降った雨や雪、それが今日川底から湧出し、そしてお客様方にご利用いただく。まさに源泉との出会いは一期一会でございます。現在は7つの湯壺から出ている源泉、これを動力を使って汲み上げまして24時間お風呂、飲泉所という形でご利用いただいているわけでございます。では汲み上げました源泉が当館の中でどこに一番早く出ているか。それは飲泉所になります。ご承知のように四万温泉は飲める温泉、飲泉のできる。この源泉の特徴は何と言いましても、飲んでいただきますと胃の粘膜の修復作用があるという胃腸の名湯なんですね。日本三大胃腸の名湯の一つにも数えられております。ですから当館でもまずは汲み上げた源泉は胃の一番にこの飲泉所にお出しする。当館田村には2カ所、姉妹館のグランドホテルには1カ所、そして旅の館という建物の屋外にも1カ所飲泉所はございます。そしてどこよりも早く出ているところ、それはやはりこの田村の館内の飲泉所になります。田村の館内、プールサイドに1カ所飲泉所がございます。こちらの飲泉所は源泉湯壺から源泉を汲み上げまして約10秒で湯口のところに源泉が流れ落ちております。温度はおよそ73度前後。少々暑いんですけれども、飲泉をする場合にはこの流れ落ちている源泉を備え付けの柄杓等を使っていただいて空中で受けまして、ちょっと暑いですけれどもゆっくりと一口ずつ
だいたい3口から4口ぐらいしっかりと飲んでいただきます。そしてこれを1日3回以上、本来であれば7日間続けていただくと体に明確な変化が起こると言われております。現在のお客様方に7日間のご湯流というのはちょっと難しいかもしれませんが、何よりも陰泉はフレッシュなものをその場で飲むというのが一番大切なポイントとなります。そしてお飲みいただくタイミングはできるだけお腹の空いているとき、胃腸のおめでとうですから胃に何も入っていない状態で飲んでいただく、これがやはりベストでございます。そしてお風呂でございますけれども、当館のお風呂はいろいろな趣のあるお風呂がございまして、湯巡りができるという形になっております。お風呂の数はございますけれども、基本的に源泉の成分は全て一緒でございます。先ほど言いましたように、7つの湯壺から汲み上げた源泉というのは、湯壺にもよりますけれども、約50度前後から80度前後、かなり高温の源泉がいろいろな形で出ております。これを一度、この田村の建物の裏にございます、田村の森の山頂の源泉タンク、ここに集めます。つまり、配管を通し、設備を通して多少なりとも源泉全体の温度を下げるよう工夫をしております。この山頂の源泉タンクから分湯をいたしまして、田村内のお風呂、グランドホテルのお風呂という形でお湯を分けております。汲み上げましてからお風呂までできるだけ短い時間で約5分程度で源泉が全て行き渡るように調整をしております。この源泉の成分でございますけれども、島の源泉の成分というのは大きく4つの基本的な成分がございます。ナトリウム、カルシウム、塩化物、硫酸塩。入っていただきまして、湯船の中でしっかりと使っていただきますと、体表面に薄いベールのような膜を作り、美肌成分が肌に浸透するのを手助けする。そして保湿効果、保温効果を高めるのが塩化物という成分。先ほど言いました陰泉の際にも言いましたけれども、胃の粘膜の修復作用があるという成分は硫酸塩という殺菌作用を持った成分になるんですね。大変穏やかな殺菌成分がございますので、これをお飲みいただく、あるいはお風呂に使っていただきますと、デリケートな肌にも十分な殺菌効果があるのがこの硫酸塩。そして私たちが日頃活動するのに体に絶対に必要なもの、ナトリウムとカルシウム、これも含まれております。またさらに天然の保湿美容液と言われますメタケイ酸という美容成分の最たるもの、これも当館の7つの湯壺には含まれております。そして各種ミネラル、これらも大変豊富でございます。まさに天の恵み、地の恵みが一つになった源泉、それが四万温泉の源泉でございます。でありながら非常に優しい、どなたにもお入りをいただくことができる、それも特徴の一つでございます。しかしこの源泉成分、汲み上げましてから空気に触れますとさまざまな化学変化を起こしてまいります。時間が経ちますとせっかくの効能効果がどんどん減少してしまいます。ですから汲み上げた源泉は何よりも早く湯船に送り、あるいは飲泉所に送って使い切る、これがポイントとなっております。当館もその目標の達成するために常に管理を行い、源泉を汲み続け送り続けているわけでございます。お客様方にこれからお楽しみをいただきますお風呂でございますけれども、当館にはいくつかございます。一番川の上流部には森の小玉、川のせせらぎを聞きながら、川風を感じながら入っていただく
屋根付きの露天風呂の森の小玉。そして川の中に当館では一番古いお風呂になりますが、野趣あふれる石造りの露天風呂、龍宮というお風呂もございます。また江戸時代のこの四万温泉の湯治場時代のお風呂を再現したヒノキをふんだんに使いました総ヒノキのゴム槽というお風呂もございます。このお風呂には応穴という小さな庭園露天風呂がついてございます。中でも特徴的なお風呂を2つご紹介させていただきます。まず1つは当館のメインのお風呂でございますが、イラカの湯の大浴場。イラカの湯の大浴場は川2階が女性、川3階が男性というふうに階が分かれておりますけれども、お風呂の基本的な作りは一緒です。熱めの湯からぬるめの湯まで3つの温度の浴槽がある。これがイラカの大浴場です。そしてこのお風呂の手前まで源泉は先ほど言いました設備の配管を通りまして、温度を一定に約60度前後まで自然放熱で冷まします。そしてさらに湯船に送る前にこの60度の源泉に町の水道水を加水させていただきます。強制加水です。これによりまして温度を50度前後にしたもの、これが湯船に行っております。先ほど言いました成分がとにかく早く劣化する。これを防ぐためには何よりも早く水を加えてでも温度を下げてご利用いただく。そのための加水でございます。イラカの湯は3つの温度の浴槽と言いましたけれども、この3つの温度の浴槽、言っておりますお湯水の源泉温度は約50度。つまり、どの浴槽にも同じ50度の湯水がいっております。しかし、熱めの湯で約43度から45度。中間のお風呂で42度前後。一番ぬるめの湯では40度前後と温度が変化をいたしております。どうして温度が変わるのか。これはお入りいただきますとすぐにわかります。浴槽の大きさが違うんですね。3つの浴槽の中で一番小さな浴槽が熱めの湯。簡単に申しますと、入れ物が小さいところに、その浴槽の底から50度のお湯水が常に24時間流入いたします。小さな入れ物ですからすぐに溢れて流れ出る。常に熱いものが対流をいたします。また、浴槽の表面積も小さいですから、放熱効果も少ない。つまり放熱も少ないですから温度も下がりにくい。ですから熱い湯、熱めの湯なんですね。そして他の2つの浴槽は少しずつ大きくなってまいります。一番大きな浴槽がぬるめの湯。もうぬるめの湯は熱めの湯の約 2.5 倍の大きさになりますから、もう湯水の量は大変多ございます。これだけになりますと熱の対流も穏やか。表面積も多いですから放熱も多い。温度も下がりまして、だいたい40度前後に落ち着いております。当館のお風呂の中で一番ぬるいのがイラカのぬるめの湯ということになります。しかし、湯水の量が多いというのがこのイラカのぬるめの湯の一つの大きな特徴なんです。これだけの湯水の量になりますと、ご家庭のお風呂では考えられない湯水の圧力が体にかかります。これを静水圧というそうでございます。静かな水の圧力と書いて静水圧。湯船に沈んでいただきますと、肩口からつま先まで、この静水圧が体表面の毛細血管に働きます。これによって血流が促されます。代謝が良くなるんですね。そしてさらに先ほど言いました芝の温泉成分、例えば塩化物泉、皮膜を作り保湿保温作用がある。こういった温泉成分が手助けをいたしまして、ぬるめの湯ではございますが、しっかりと肩口まで入っていただいて、のんびりと5分ぐらい入っていただきますと、湯上がり時でもしばらくの間はポカポカした状態で湯上がりをお楽しみいただける。それがイラカの大浴場でございます。そしてもう一つ、イラカの浴槽の、浴室の大きな特徴なんですけれども、シャワーのカランでございますけれども、
このシャワーの下欄に流れております温水は源泉 100% になります。つまり源泉シャワーということなんですね。これはもう一箇所、岩根というお風呂のシャワーも同じように源泉シャワーなんですけれども、飲泉所に流れておりますのと同じフレッシュな源泉が別の配管を通りましてシャワーの下欄のところに行っております。調整をしていただきますと、この源泉に水道水が合わせる形でイオンを調整します。そしてシャワーを使っていただく。ただし天然の源泉を使っております。時間が経ちますと温泉成分が配管内、細い配管の中に堆積し蓄積してまいります。この場合源泉の流量が少々流れ悪くなりますので、下欄によりましては温度調整に時間のかかる場合もございます。このあたりは天然の温泉を使っている、温泉効果を失わないようにしているということをご理解いただきましてご利用いただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。そしてもう一つのお風呂、特徴のあるお風呂なんですが、これは当館の金陽館という建物の一番下にございます。金陽館の川3階、エレベーターを降りていただきましてから、さらに館内の階段を降りていただきますと、岩根というお風呂がございます。この岩根の湯の特徴は、源泉蒸し風呂、これが浴室の中にあるということなんですね。四万温泉のお風呂というのは、そもそもこの川筋に出ておりました源泉、これらが蒸気になって岩の割れ目から吹き出していた。それを川の川筋、河原の中に小屋のようなものを立てて蒸気を閉じ込め、薄いものを一枚羽織って蒸気浴をした。それが源泉の使い始めと言われております。この田村の開湯は室町時代と言われておりますけれども、室町時代以前はこの蒸し湯、これが主流でございました。そしてもちろん田村開湯以来、この島の蒸し湯を本来の島のお風呂のスタイルとしてしっかりと継承しております。その流れが岩根というお風呂にございます。岩根の源泉蒸し風呂は何よりもまずこの岩根という浴室の下に同じ名前のついた源泉湯壺があるということなんですね。当館7つあるうちの湯壺の一つがこの岩根という浴室の下にある。その源泉湯壺から出ている源泉がそのまま源泉蒸し風呂の足元にかけ流しです。つまり蒸し風呂と名前がございますが、いわゆるサウナではございません。源泉成分、濃密な源泉成分をしっかりと肌に留めていただく、そのための源泉蒸し風呂なんですね。ですからサウナのように長い時間お入りいただくということは逆でございます。 NG でございます。1回にこの源泉蒸し風呂の部屋にお入りいただく時間というのは3分で結構なんです。3分間お入りいただいて少し体がほてってまいりましたら一旦外に出る。そして体のほてりを冷ましてからまた入る。この3分間の入浴を3回。そして仕上げは石風呂の湯船がございますから、そちらに使っていただいて 1,2 分。これが岩根の源泉蒸し風呂のお体に一番負担の少ない効果的な使い方となります。そして嬉しいことに、先ほど来言いましたメタケイ酸という美肌成分、天然の保湿美容液という成分がこの岩根の湯の湯壺は他の6つに比べまして少々多ございます。当館の中では一番の美肌の湯壺、それが岩根。その岩根の源泉をそのまま 100% 蒸気の形で浴びていただくことができる。これが岩根の源泉蒸し風呂の最大の魅力でございます。入る時間は短くても正しい入浴でしっかりと入っていただきますと、翌朝鏡を見るのが大変楽しみになるというのがこの岩根の源泉蒸し風呂の最大の楽しみでございます。ただしこの岩根というお風呂、時々お客様の予約によりまして貸し切りになるという場合もございますので、
ご利用の際にはお確かめをいただきたいと思います。取り留めのない話が少々長くなりました湯守の温泉よもやまでございますが、本日はこの辺りでとどめさせていただきたいと思います。本日はおいでをいただきまして誠にありがとうございます。どうぞこの後もごゆっくりと島田村お風呂を存分にお楽しみをいただきたいと思います。ありがとうございました。